こんにちは。ニュージーランド在住のせいです。来月でニュージーランドに移住してちょうど10年になります。海外で暮らしているとよくされる質問というのがあります。例えば、なんでニュージーランドに移住したのとか、英語が全くできない状態で行っても向こうに行けば喋れるようになるものなのといった感じの質問ですね。やはり海外への移住や留学に興味があるという方は多いようですが、実際に行ったことがないのでどういうところなのかやはり不安で、少しでも情報を集めたいといったところでしょうね。そこで、今回私がよくされる質問というのをこの動画でお答えすることで、同じ疑問を持っている人たちの疑問解消の手助けになればと思います。まずは、なぜニュージーランドに移住先を選んだのかという説明からしていこうと思うんですが、その前にそもそもなぜ海外に移住しようと思ったのか、そこから順を追って説明したいと思います。私は約14年前ですかね、2003年ですね、大学を卒業して、大手電機メーカーの子会社に就職しました。最初はもうそこで普通に定年まで勤め上げるぞという意気込みで入ったんですが、何年間か働くうちに会社の幹部の人たち、こういった人たちが、自分たちが定年退職するまで会社が持てばいいというふうにしか考えてないなっていうのが分かってしまったんですね。仕事で上の方と会うことも時々あるわけですけど、やっぱりそういう人たちの発言とか、一緒にご飯食べてる時の会話の内容とか、そんなところから、あとは実際の会社の中期長期での計画の立て方とかですね、そんなの話を聞いてると、もう完全に自分たちはあともう数年で定年だから、それまで持ってればいい、会社が持てばいいというふうにしか考えてないなというのが分かってしまったんですね。そこでその会社にそのまま残っているのは危険だな、とてもじゃないけどあと30年以上もこの会社が存続するとは思えないなと思って、転職をしようって思ったんですね。ただ他のメーカーたちもやはり苦しい状況にあるというのは、仕事をしていると自然と漏れ伝わってくるんですね。もうお互いに全力疾走で走り続けていて、お互いに相手が先にリタイアしてくれるのを待っている、先に倒れてくれって思いながら全力疾走で終わりのないレースを走っている、そんな状態だったんですね。なのでまた日本国内で転職したらどこに行ってもまた同じことの繰り返しになると思って、その時にもうこれは海外に行くしかないというふうに決めたんですね。ただ私はそれまでろくに海外旅行の経験がなくて、せいぜい行ったところといえば、私の父の仕事について行ってベトナムとか上海に行ったことがあるぐらいだったんですね。それで東南アジアってすごくエネルギッシュな国なので、そういうところで働くのもいいかなとも考えてました。実際ベトナムとかタイとかそういったところの企業は日本の企業が取引相手というところが多いので、日本人の技術者というのは結構重宝されるんですね。なので、物価の安い国なんですが、その中でも現地の人たちと比べるとはるかにいい給料をもらって暮らせるということで、そこも魅力的だなとも思ったんですが、ただ先々ずっと安全かなと思ったらどうなのかなと思って、いろんな国を調べました。もうベトナム、タイ、インド、それから中国、当時ブリックスとかそんな風に呼ばれてたような新興国ですね。あとその他にもオーストラリア、これは私の父がオーストラリアが大好きで、あの国は残業がなくて労働者の権利が守られてるすごくいい国だぞと言われてたので、そこも気になってたんですね。そんな感じでいろいろ調べていったんですが、
その中で、たまたまニュージーランド移民で成り立っている国で、今も、海外から来た人たちの永住権が取りやすい状態にある国だというふうに聞いたんですね。あれは当時2007年ですね。今から10年前です。それで、実際にいろいろ調べてみたところ、ニュージーランドは外国人でも永住権を持って暮らしていれば年金がもらえる。日本と同じように水が豊富で水道の水が飲める。それから当時食料自給率は約 400% を誇ってました。要はたくさん作って輸出してるわけですね。今もそうなんですが、それぐらいたくさん作ってるので、今後食料危機が深刻化していっても自分たちの食べる分は確保できる。あとは基本的に発電も再生可能エネルギー、要は自然なエネルギーを使った発電ですね。風力や水力、そういったものがほとんどで、火力発電は全体の1割から2割程度と、そういう少ない国なので、エネルギーもほぼほぼ自給できている国。そして南半球の太平洋にポツンとある感じの国で、何の交通の要所にもならないし、経済的にも小さな国なので、テロを起こしても意味がない国なので、テロが起きる心配がない。こういった理由があって、将来的に老後も安心して暮らせる国だなと考えてニュージーランドを選びました。それを決めた後はワーホリビザを申請して、そのビザを使ってニュージーランドに入国しました。このワーホリビザなら働くこともできるんで、これならその1年間の間に何かしら就職活動をして、そして仕事を手に入れて移住できるだろうというふうに考えたんですね。これが私がニュージーランドに移住先を選んだ理由です。では次の動画ではどうやって仕事をこの国で手に入れたのか、その辺の話をしたいと思います。今回の動画面白かったよという方がいらっしゃったら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。